はい、皆さん、こんにちは。リジェストロート G の時々でございます。本日は第5期トパンガチャンピオンシップの本戦リーグ C ブロック3日目が終了しましたので、そちらの方の振り返りをしていきたいと思います。私の開始前の成績はですね、1勝5敗星マイナス6と、すでにオフライン決勝進出がない状態でありました。前々からトパンガチャンピオンシップっていうのは出させてもらってたんですけど、自分割と調子が良かったもので、少なくとも、最終日まではなんか勝ち上がりの目があることの方が多かったんですよ。すでにね、前にトパンがチャンピオンシップとかリーグとか出てた時に、最終日仮に目がなかったとしても、そこは、試合を壊さないようにリーグって他の人はまだ目があったりするわけで、その人との僕は試合も残ってるわけですから、リーグをね、最後までちゃんと成立させるためにも、もしそうなっちゃってもしっかり、むしろそうなっちゃったからこそちゃんとやるということは、心がけて、やりました。今回はまず、響きリリーと鳥飯ダルシム10日ぐらいあったので、その2組み合わせを本当にがっつりと今回は、練習させてもらいました。で、まずリリー戦。これはですね、もう本当にいろんな人にやってもらったね。まず、ショカモさん。これですね、トパンガチャンピオンシップになると、いつもですね、お世話になっている方でございます。ショカモさんだけではなくてですね、朝倉みなぎさんとか、あとは、コウジ KOG にも結構やってもらったし、あと韓国のマットホーク。そして前日にはですね、ショカモさんおすすめの、R ムーンこと、九条さん。僕のね、もう20年以上の付き合いとなります。そういった方々とね、やらせてもらって、準備は万端だったんじゃないかなとは思います。ただリリーはね、やっぱり駆け引きの部分がすごい、大味に、近づかれちゃった時に、暴れるか、勝利権打つか、パリするかみたいなのをね、メリハリを本当にはっきりさせていかないと、向こうのやりたい放題になっちゃうというような組み合わせだったんで、強気に行かせていただきました。でもやっぱね、大会緊張すんだよね。今回特に思ったのがやっぱりリーサルミス？確かね、3試合目の、2ラウンド目かな。コンボ決めて、これSA1 と2だったら勝てるけど、1でも大丈夫だから1でちゃんと倒そうと思って1やったら、なんかね、体力を見間違えてて、僕ね、あそこ見間違えることって結構、今まで、あそこ自信あったポイントなんですけど、1で倒しきれるときは1をやるっていう。取り切ればね、試合が終わるラウンドだったんで、2使っときゃいいっていうのはあったんですけど、ここは1で倒せるよねと思って、1やったら体力残ってて、そっから大逆転ですよ。ラウンドをまくられて。その次のね、ラウンドちゃんと取れたからよかったものの、あれは本当に、見てる方々からすると、何やってんのっていうものだったと思います。リーサルミスは今回本当に多かったね。その確か次の試合でも、ラッシュジャックパンが当たった後で、ちゃんとね、走ってれば多分倒しきれたと思うんだけど、今回ね、新しいコンボルートが増えたってことで、そっちも結構手が忙しくててんやわんやしてたんで、リーサルを取り切るっていうのが、やっぱ今まで以上に課題になってますね。なんとか本当にギリギリの試合だったんですけど、最後、風のリスパイアをバックジャンプで、咎めることができて、で、最後ね、相手バーンアウトさせて、ラッシュジャックパンチ、ガードさせて、で、その前の試合で、ラッシュジャックパンチ投げが早すぎて、投げが使っちゃって、そこに角半取られて負けるっていうのが、確か第4試合の決まり手だったんで、ここはゆっくり投げとこうと思って、ゆっくり投げたら、その投げがゆっくりすぎまして、相手の方がボタン先に押せる状況になってたというのがあって、相手が SH を打ってたんですが、僕はそこでパリとガードが間に合ったという。僕としては相手の小技暴れを吸うタイミングで投げを入れてたつもりなんですけど、それが遅れすぎちゃってて、結果相手の SA をガードできた。読みは負けてましたね。あそこで SA1 っていうのは考慮できてなかったので、
まあでもそんな、勝負のあやと言いますか、なんとか僕に傾いたということで、3対2で響きリリーに勝利することができました。いや、今回本当に、たくさんやってもらったんで、勝ててよかったです。そして、第2試合なんですが、鳥飯さんとの試合となります。で、今回、ダルシム戦お世話になったのは、やはり、もちさん。もちさんにほぼ毎日、ここ数日間をやってもらったと思います。あとは、ジュジュジュさんとか、あとはダルシムのハルミーさんという方にもお願いしてやってもらいましたし、あとは中国の Today CEO、CFA の名前だとラッキーボーイっていう名前なんですが、その方たちも、結構ね、やってもらいました。で、ダルシムに対しては、有利だろうという状態で、臨むことができたんですが、なかなかね、鳥飯さん、近づかせてくれなくて。でね、こっちが、相手の伸ばした手足にタチ中パンをうまく噛み合わせたんですが、タチ中パンラッシュを打ってるつもりが、多分ね、ガードが入っちゃってたのかな。ラッシュが出なくてタチ中パン単発で終わっちゃったりだとか、非常に流れは悪かったんですけれども、中盤あたりからね、こっちのカラージャンプがうまいこと機能したりだとか、うまく、触ることができるようになった。触らないモードさえかいくぐってしまえば、剣やりたい放題できるんで、そこの糸口をつかめた。あとは、あれだね、起き上がりの読み合いとか、勝利の話とか、SA の話もよく当たってくれたんで、そこから一気に、展開を作ることができました。本当に、ダルシムスカの皆様ありがとうございました。結構ね、剣とやるのってしんどい組み合わせだと思うんで、ダルシムは。そんな中やってくれたダルシムスカイの皆様には本当感謝です。引き続きお願いします。はい。で、鳥飯さんとの試合は、3対2でね、なんとか勝利することができました。あれね、一回ね、SA2 を相手を起き上がりにパンしたときに、剣ね、ちょっと待ってから、タチ中パン、アッパー、粉塵、ショールっていう、タイミングを測ってやるコンボで、痛い範囲決めることができるんですが、なんか焦ってできなかったね。変なコンボやって、SA2 食らっちゃうとか、あって。やっぱなかなか難しいもんだね。実際にメモにも書いてあって、ここはこういう反撃をしましょうとかっていうのを書いたんだけど、そういうケースっていうのは実際の試合になって、なかなかない状況だったので、やることができませんでした。だからまだね、このゲーム、いろんな組み合わせで、まだまだできることがある。で、僕が使ってるキャラ、剣っていうのはまだまだ伸びしろがあるし、今のこのバージョンだとかなりね、強い、いい位置にいるんじゃないかなということもありまして、これからもね、剣一本で引き続き頑張りたいと思っております。ということで、C ブロックの最終結果はこちらの方となっております。私の最終成績は、今回3勝5敗のマイナス4、6位という結果に終わってしまいました。やっぱね、今回感じたのは、やっぱみんなレベルが本当に高いですね。この高いレベルの中で、こっちがもうちょっとしっかりできれば取り切れる試合もまだまだあったと思うので、今後の課題となるのは、やっぱリーサル状況の判断とか、あとは細かい判断。ここやっぱりミスっちゃったなとかいうのを、なくしていくっていうのはまだまだできると思うので、そこはね、まだまだ自分の伸びしろとして、受け止めてしっかり練習していきたいと思います。あと今回やっぱ、マニアックなキャラが今回多くて、対策をしっかりね、やるいい機会をもらえたなと思いますので、引き続き、こういったキャラへの対策もね、しっかりと、やっていきたいなと思います。で、今回の C ブロックはですね、抜けが、ヒカルくん。今年ね、戦で出るヒカルくん。そして大活躍のコバヤンザンギがですね、6勝2敗。で、特質でヒカルくんが1位なんですが、この2人が、オフライン決勝リーグに進みます。秋ザンギエフ。そして3位は、こちらも今年は戦で戦う SBI の、響くんがですね、6勝2敗と、なっております。これはね、今回やっぱりストリートファイター5で、活躍した面々
とはもう一新してですね、本当に若い波が、押し寄せてきているなというのが、今回この C ブロックのメンツを見て感じるところでありますね。まあ、我々ね、おじさん組はなんとか食らいついて、巻き返しを狙いたいという感じになっております。この、3人が、上位でどういう戦い方を見せるのか。またね、キャラも、変わって、他のね、A ブロック、B ブロックの上位陣と戦うことになりますので、そっちの方もね、楽しみに見ていきたいと思います。私は敗退してしまいましたが、トパンガチャンピオンシップはまだまだ続きます。7月12日からは本戦リーグを突破した7名によるオフライン決勝が開催されますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。私もね、この本当にハイレベルだなと今回ね、痛感させられましたので、楽しみにしております。そして、これは私自身の告知なのですが、7月6日に開催されるワールドサイバーゲームスという大会が韓国にて行われます。日本からは、僕と孫さん、そしてガチ君が出ます。で、韓国の強豪、そしてアメリカの強豪と、3on3 形式で、戦いが行われるということですので、そちらの方も皆さん、何卒よろしくお願いいたします。それでは、本日はこの辺で、また。